はいどうも皆さんこんにちは。スターディの河野玄斗です。今回も楽しい大学入試の実況プレイを丸1年分やっていきます。実況プレイっていうのは僕が初見の問題を解きながらただ考えたこと思ったことっていうのを話していくっていう内容なんですけど、やっぱり大学入試解くの楽しいですよね。だって勉強を通して集めてきた武器を使って大学入試っていう敵を試行錯誤しながら倒していくのってもう完全にゲームと一緒じゃないですか。しかも僕自身がどのように初見の問題に対してアプローチしているのかっていうその思考プロセスも皆さんと共有できるので、まさに一石二鳥な企画なわけです。そして今回プレイしていくのが2023年早稲田商学部通称早稲商の入試問題丸1年分。早稲商の数学の問題なんですけど、はっきり言って毎年難易度が異常なんですよ。私立文系の中でも難易度がダントツに高くて60点満点で平均点が10点くらいっていうわけのわかんない試験なんですよね。試験は3問で90分。河野塾イズムの講師としてのプライドをかけて気合い入れて楽しく実況プレイしていきます。はい、それでは早稲商の実況プレイやっていきましょう。楽しみですね。まずは第1問から。第1問は小問集合、括弧1から順番に見ていきますか。n を2以上の整数とする整数 k これに対し y 軸に平行なこれと曲線 y イコール log2x の交点を pk とするこの時線分、これらと直線 x イコール2の n-1 乗及び x 軸で囲まれる図形の面積を SN とする不等式これを満たす最初の n は何とかであると。とりあえずこの SN っていうのが何かっていうことを図示してあげるわけだけど、この PK すぐに分かりますね。だって x 座標が2の k-1 乗って分かったら log2x に入れれば k-1。はい。っていうことが分かりながら、だからグラフとしては y イコール log2x っていうのがあって、こんな感じかな。で、k が1の時はここか。p1。で、p2、p3 というふうにどんどんあって、点々点。で、pn までありますよと。で、この線分たちと、こんな感じ。と、x イコール2の n-1 は pn の x 座標だね。と、x 軸。で、囲まれる部分の面積を SN としますよと。SN は簡単に求められますね。だって、こんな感じで切り分けていけば、一個一個が台形になるわけで、台形1個あたりの面積っていうのは簡単に求められますもんね。PK から PK プラス1まで。この面積をAN とすると、乗底がこの Y 座標だから K-1 で、仮定が K か。で、この幅は2の K-1 乗から2の K 乗だから2の K-1 乗と。ということで、面積 AN っていうのは乗底足す仮定 2K-1 かけるこれ割る2だから 2K-1 2の K-2 乗と。これ等差かける等比型のシグマを求めていきましょうっていう感じかな。ということで SN っていうのは、K が1から N-1 までか。これ注意しないとうっかり間違えちゃいそうですね。1から N までじゃなくて1から N-1 ですね。だから代入すると 1×2 のマイナス1乗足す 3×2 の0乗足す点々点で、N-1 までだから 2N-3 か。で N-3 乗と。こんな感じかな。で、あとは教科書的なことですよね。公費の方をかけてあげると。で、そうすると 1×2 の0乗足す点々点足す 2n-5×2 の n-3 乗足す 2n-3×2 の n-2 乗と。下から上、上から下引いてあげるとマイナス SN っていうのが2分の1足す 2×2 の0乗。だから2の1乗足す2の2乗足す点々点足す2の n-2 乗になるかな。で、引く 2n-3×2 の n-2 乗と。はい。で、ここの部分が等比数列になっているので簡単に求まるよねということやね。イコール2分の1足す、これは2の n-1 を引く2か。これどういうふうに計算したかというと、1足す2足す点々点足す2の n-2 乗っていうのが2の n-1 を引く1。この次の項から1足りないものっていうのは分かってるんで、そこから1引いたみたいな感じです。で、引く 2n-3×2 の n-2 乗ということで SN が 2n-3 かける2の n-2 乗引く2の n-1 乗足す2分の3か。これ2の n-2 乗でくれるね。2の n-2 乗かけるにこれ2だからかける 2n-5 足す2分の3
みたいに SN を表すことができるから、あとは不等式に入れれば終わりか。2の N 乗で割るんだよね。2の N 乗で割ると、はい、4分の 2n-5 足す2の n プラス1乗分の3。これが、2023を超えてほしいのか。まあこれ解く必要ないですね。だってこれめっちゃちっちゃいもんね。確かにこれパッと見てこんな方程式不等式解けないよって思うかもしれないですけど、解く必要ないですからね。N を大きくしてったらこれめっちゃちっちゃいからもう誤差なんだなということがわかるから、一旦4分の 2n-5 大なりイコール2023っていうのを解いてあげると、8097割る2だから、4048.5 か。だから n イコール4049であればこれがね2023超えるし、4048の場合はこれ超えないよと、これちっちゃいからっていうことを言ってあげればいいのかな。はい。答え合わせは最後にやりますが多分合ってるでしょう。続いて過去2番 MN を正の整数とする半径1の円に内接する三角形 ABC がこれを満たすとき三角形 ABC の内接円の半径は何とかであると。これ見たらね C2 乗イコール A2 乗プラス B2 乗だから直角三角形なのかっていうことが分かりますね。これはサインの比っていうのは長さの比にそのままね置き換えられるよと。正弦定理っていうのを使ったら簡単に置き換えられるよっていうのがねもう有名な典型問題だから、これ使えばもう一発ですかね。三角形 ABC があって直角三角形だっていうのがもうすぐに分かるので、ここが C、 ここが C で A で B みたいなね、ABC としたとして、あとは sinA イコール17分の M ってことはここを17とするとここが M で sinB が17分の N だからこっちが N か。で半径1の円に内接する。外接円の半径が1で直角三角形の外接円の中心は当然斜辺の中点にあるから、これが2ってことか。っていうかこれ N と M ね、N と M 8対15対17の直角三角形っていうことかっていうのはずるいですかね。これ M と N が正の整数だもんね。8対15対17の直角三角形の存在を知っていれば一発。これ和セ象の問題って例年大問1は穴埋めだから、これちょっとずるいな。我ながらずるいですね。一応記述するなら M2 乗足す N2 乗イコール289を満たす M と N を求めましょう。で絞り込んでいけばいいんでしょう。ただずるいね。じゃあ8、15、17っていうのが分かったので、丸17が2ということは結局ここの長さが2、ここの長さが17分の16、17分の30。もちろん A と B というか M と N がこの対象だからどっちがどっちでもいいんですけど、結局内接円の半径を求めればいいわけだから、これも一発で求められますね。皆さんどうやって求めますか？僕は半径イコール17分の16足す17分の30引く2割る2で求めますね。だから、17分の46引く2で17分の12だから17分の6か。はい。こんな感じで求めるんですけど、普通内接円の半径って言ったら面積求めて周の長さ足して三角形の面積に分割してみたいにやると思うんですけど、直角三角形ってすぐ求められるんですよね。これは徹底基礎講座でも解説してますが、一般にそうだな、この三角形一般の三角形において内接円があったら、この長さとかここの長さとかここの長さとかが簡単に求められるんですね。っていうのもこの長さが等しいよっていうのを使ってあげると、これ ABC と置いてあげたときに、例えばここの長さはって言ったら、A 足す C 引く B っていうのをしてあげると、この、A 足す C 引く B は丸と三角が相殺されるから、結局このちょんちょん2個分になって半分にしてあげればこの青の長さの面積が、長さが求まるよということで、この内接円のここの部分の長さっていうのは17分の16足す17分の30から2引いたものを半分にしたものと。で直角三角形に関しては内接円の半径とここの長さが等しいよっていうので、簡単に求められるんですね。この問題ずるいこといっぱいしましたね。8対15対17だとかね。内接円の半径こうやってずるできるよねみたいなね。答え出すだけだったら一瞬でできるんで、
じゃあ続いて括弧3番。n を正の整数とする次の条件1、2、3を満たす n 次関数 fx のうち n が最初のものだから、次数が最初のものだね。fx イコール何とかであると。で、1、2、3っていうふうにあるのか。まあ普通に考えたら1時、2時、3時みたいな感じで順番に調べていけばいいんだろうけど、まあなんかパッと見1からマイナス1でイコール0っていうことで偶関数、奇関数っていうのを使っていくのかなっていうのは想像つきますね。まあ x プラス1は偶関数でも奇関数でもないとして、まあ x の絶対値、はい、これ偶関数だ。で、すべての正の整数 m に対して、だからどんな偶関数、まあいろんな偶関数かけても0になるってことは fx 奇関数ってことでしょと。これでいいのかな。だから fx っていうのが ax 足す bx3 乗足す cx5 乗足す点々点みたいな感じで、まあ、1時3時5時って順番に調べていけばいいのか。まあ1時の場合はって言ったら f1 イコール2で 2x ってすぐ分かるけど、これは違いそうだね。x プラス 1×2x を積分しても0にならないからダメと。はい。じゃあ fx イコール ax プラス bx3 乗の時は f1 イコール2っていうのを使えば a 足す b イコール2と x プラス 1×fx これの積分。まあ1、まあ、これ展開した時に 1×fx は当然奇関数だから消えるから xfx だから ax2 乗足す bx4 乗の積分が0になってくれればいいと。まあ、これ結局2倍するところの0から1なわけだから3分の 1a 足す5分の 1b イコール0と。まあ、あとはこれ連立させれば一発ですね。a が 5a イコールマイナス 3b だから、マイナス3足す5か。マイナス 3b が5という感じになるから答え。fx イコールマイナス 3x プラス 5x3 乗と。まあこんな感じですかね。まあこれはね、偶関数、奇関数の性質を使うっていう風にパターン化される。まあマイナス1から1っていう積分区間とイコール0ってもう匂いますもんね。まあこんな感じで解けるんじゃないかなって感じですね。では続いて、括弧4番。確率の問題か。次の操作、これを考えると。1個のサイコロを3回続けて投げ、出た目を順に A1、A2、A3 とする。A1、A2、A3 を3で割った余りをそれぞれ R1、R2、R3 とするとき、座標空間の点 R1、R2、R3 を定めると。まあ、R1、R2、R3 が0、1、2のどれかってことだよね。で、この操作を3回続けて行い、定まる点を順に A1、A2、A3 とする。この時 A1、A2、A3 が正三角形の異なる三頂点となる確率は何とかであると。まあ、0、1、2しかないわけだから、だから27この点のうちどれかしかありえないわけですよね。0、1、2、0。まあこんな感じ。これを底面として、一旦立方体書いた方がいいか。立方体書いて、こんな感じで立方体を書きまして、だからここの点、ここの点、ここの点みたいな感じで、もう27個しかないわけですよね。ということで、この27個の点からうまく選んであげることで、正三角形何個作れんのっていうことをちゃんと見極めてあげましょうっていう問題か。なんかちょっと図が分かりづらいな。まあこんな感じでやっていきますか。なんかおかしい。点点点。これ書いてあげた方が見やすいか。はい。この点どっから来た？この点どっから、あ、そうだ。この点は、この手前の面ですね。いや、これ点全部書くの、ちょっと微妙だったな。まあ、いいか。まあ。とりあえず、この27個のね、点があるわけだから、一旦、こういう 1×1 の立方体で何個、真ん中の点なかった。何個、正三角形を作れるかっていうことを考えれば、まあ、1、2、3、4、5、6、7、8と 2×2×2 の立方体についての、まあ、それを9倍してあげれば、ある程度正三角形の個数を網羅することはできますよね。ということで、まあ、これはこんな感じか。1、まあ、こういうふうに4頂点を斜めに選んであげればよくて、まあ、これがこっちの上側の尾根の部分がこのバッテンになる場合と、何個あるかって意外と数えるの難しいな。どうやって整理しようかな。あ、違う。正三角形の、なんか正三角形と正四面体となんか勘違いしてた。正三角形か。だからこういうことだね。
これが何個あるかっていうことなんだけど、正四面体が面が4つあるわけで、この正四面体が4つあって、こっち側の正四面体でも4つ作れるわけだから、計8つかな。はい、多分8つです。この立方体については8つずつあるわけで、この立方体っていうのが 1×1×1 のものが8個で、 2×2×2 のものが1個あるから、合計9個かける8つで72個の正三角形がまずできますよと。じゃあ、あとはこの立方体 1×1×1 でできないものについて考えましょうっていう感じかな。確率って最初が肝心ですから、分析、どういうふうに分析してどういうふうに整理していくかで全てが決まるわけですからね。こう 1×2 の場合があるかなとかね。なさそうだね。じゃあ 2×2 は 2×2 こういう場合だね。どうかなっていうことを考えていくと、これはなさそうですね。なさそうだな。ということで、あとは 2×2×2 か。だからこれについてうまく正三角形、要はこの 1×1×1 のタイプじゃない、正三角形の作り方がどっかにないかなっていうことを探していくんだけど、例えばこうやって考えたら、これ違うか。これ違いますね。これも違うから、多少の実験は必要ですね。こうしてみたら、こうすると、これ違うね。これはそうだ。これ正三角形だ。はい。1×1×2 の対角線の部分を一辺とする正三角形ができましたね。ということで、他はないかな。他なさそうだな。割とちゃんと調べて、これは出てきたけど、じゃあこれだけだと信じて、じゃあこういうタイプの正三角形が何個あるかっていうことなんだけど、これはね、そうだな。すべての面というか、この点っていうのはすべての、この2つの面、この点っていうのは2つの面、この点っていうのは2つの面にある。要は面を網羅しているっていうことを使うと、この1つの面に着目すれば、このね、一番上側の面に着目すると、この面において点がここに来る場合、ここに来る場合、ここに来る場合、ここに来る場合の4パターンあるわけだから、1個ここに固定したとして、それを4倍すればいいわけだよね。確率っていかに整理するか、状況を分析するか芸ですね。ここに固定した場合、こういう場合と、あと鏡対称っていうんですけど、鏡対称みたいなものがありそうだけど、あるね。こことここか、これか。ということで 2×4、 この場合っていうのは 2×4 の8個あるということで、正三角形は全部で80個作れるのかということで、あとは確率求めればいいわけだけど、0、1、2が同様に確からしいから、3の、3乗の3乗だから3の9乗か。9乗分の、80個の正三角形それぞれについて並び替えの3の階乗個ずつあると。だから3の8乗分の160っていう風になって、3の8乗は81の2乗だから6561分の160みたいな感じですかね。他にちょっと正三角形あったら怖いですが、今の感じで整理してる限りそんな数え漏れとかなさそうなので、とりあえず合ってると信じて次いきますか。第1問抜けましたね。同じようにカッコ2で考えていけばいいんじゃないみたいな。プラスマイナスの方が何がいいかって、プラスマイナスっていう風に分けないと難しいよみたいな、めんどくさいよみたいな。ということで、とりあえず一通り解いたので答え合わせしていこうと思います。2265ということで、無事全問正解することができました。イエーイ。いやーよかった。結構ね、計算ミスとか不安になるところもあったんですけど、でもやってること自体は結構素直な問題が多いなっていう印象を受けましたね。例年が難しすぎるからね。でもこの問題、第1問のカッコ4に関しては数え漏れないかなっていうのがちょっと心配になる問題でしたね。ただ確率っていうのは最初の分析が肝心で、それさえできちゃえば、そんなに難しいことはないかなと。でもね、こういった素直な問題が多いね、
セットに関してはちゃんと徹底基礎講座の、ね、考え方をしっかりとマスターすればもう絶対解けるようになるっていうふうに確信したので、ぜひ気になる方は概要欄からね、LINE アットの方を登録してもらってチェックしてみてください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。